本動画は絶賛公開中の映画、アクロス、ザ・スパイダーバースの内容に容易に触れるネタバレ動画になります。劇場で本編をご鑑賞後にご覧いただくことを強く推奨いたします。ご了承の上、ご覧ください。細い筋張った手足いいよね。今作のマイルズめっちゃシュッとしてるだろ。細すぎ。もっと飯食え。グエンが立てたすれ。来賛するインディア、来賛するスパイダーパンク。集まってねえで早く助けに行け。好き。ひどい目に遭わせたい。地獄からの使者スタンリーのです。勝手に地獄を繰りやめろ。映画はスタンリー殺してスパイダーマン誕生阻止しないと収集つかないな。師匠が良かったんだな。スケッチブックに好きな人いっぱい書いちゃうのいいよね。でもねグエンもマイルスと事故った時にできた髪型のままなの重いよ。グエンあの髪型続けてるのめっちゃ湿度高くね。でも今その好きな子に対しての心象あまり良くないよね。でも脇から血が出ているよ。ストーリー上仕方ないんだがあの人数から逃げ切れるの強すぎない。ってなる。いいだろ。得意点だぜ。スパイダーマンは基本ソロなので集団での協力プレイは苦手だからね。観察されてた割に透明化への対策がなされていない。肩姉が高え。基本的にスペック高いからな。だいたいピーターも大学生くらいから始めるのにこいつ15歳そこらでスパイダーマンやってるんだぞ。師匠が良かったからかな。でもその師匠も今はもう、中年デブに、元から、ピーターの声が聞こえた時のすげえ嬉しそうなマイルスかわいい。単純に能力がすげえ。電磁ネットも破壊できる電撃となかなかカンパできない透明化。透明からまだいいけど雲の能力なのに電撃出るのなんだ。電流を扱う雲とか実在するからね。スパイダーパンクも使えるしな電撃。エネルギー吸収もできるぞ。マンスパイダー化とかもう完全に忘れ去られた能力もあるし。俺も好き、特に体制に反発してるところが。マイルスだけには知らせないでおこう。頑張れ。って感じのスパイダーマン。すべてのスパイダーマンというよりミゲルが敵って感じだった。ミワマイルス君の電撃能力はスパイダーウーマンことジェシカ、ドリューが元祖。なんだかんだ最終的にはミゲル含め全スパイダーマンが協力してくれちゃうんでしょう？ミゲル君はさ、言わなくてもいいことまでレスしちゃう人？いや許せんだろ勝手な行動で世界滅ぼそうとすやるやつなんて。さすが世界を滅ぼしたことのあるやつは言うことが違うな。結果助けられなかったとしても自分の父親を助けようとすることは別にいいじゃないか。殺してやる。殺してやるぞドクターストレンジ。やっぱりドクター、ストレンジが悪いよな。たまにストレンジのスレがでスパイダーバースのスレ立ってるのひどくない？ノーウェイホームを観測してキレ散らかすミゲル。スパイダーマンの平均的基礎スペックはまずハルクと力比べできるのがスタートになる。頭いいハルクって盛りすぎじゃね？ハルクも本体博士だろ。ハルクも頭いいよ。MCU でもピックアップされないけど結構ヤバいスペックしてるよね。天井に押しつぶされても心以外には一切骨折れた様子ないとか完全に混乱して脱力した瞬間の不意打ちで新幹線に引かれてもちょっと疲れるほどだとか。檻の鍵さらっと破壊して出ていくからなあいつ。ホムカミで倉庫から出られなかったのが逆に何を想定してたんだってなるスターク社。いやまあハルク襲撃くらいは想定してただろ。ミゲルが陰気な性格になったきっかけはみたいな後編のためにまだ出してないでしょ？自分がリア充だったけど死んだ世界で自分になり変わってリア充してたら世界が崩壊したは十分陰気になるきっかけでは？まあヒーローしようとしてるもう一人の自分を止めるのって乗り気ではないよな。待てー。良くも哀れない上分子の子供の親を見殺しにさせようとしたな。あどけない子供の命を脅かすスパイダーソサイティ。許せん。悪のからくりカノンイベントを粉砕する男。マイルス少年の友達。スパイダーマ。誰？ねえ誰なの？怖いよ。大制覇はやっぱりダメだな。ホビーのレス。どうしてもミゲル側に感情移入しちゃう。とりあえずチャイティ飲んで落ち着こう。緑茶でもいい？この映画で感情移入できるのホービーがインディアくらいしかいないよ。今までもマイルスみたいに運命なんてぶっ壊す、しようとしたスパイダーはいたろうな。元のもいるってのが大事だなって思う。フラッシュもだけど。こいつロックだから好き。描写としてマイルズもまだまだ子供なんだと描写されるからこそこっちもどっちを応援しようか迷うって劇中の親の気持ちみたいにちょっとなる。助けるべきじゃなかったんだ。これ絶対ヒーローが言っちゃいけないセリフだよ。ミゲル君の言いたいこともわかるけど、並行世界の自分になりたらってこの地生活エンジョイしてたという特大のノイズが邪魔をする。でもスパイダーマンってそういうことするよ。アーロンおじさんはマイルスにとっては憧れのおじさんではあるけど大人視点だとどの次元でもクズなんかね。マイルスはまがいものでも立派にヒーローしてるんだから悪くない。ミゲルも毎日トロッコ問題やらされてて精神がすり減らされてるだけで元は悪人じゃない。ス
ポットは元凶とはいえ元はただの一社員で変化した後の境遇が悲惨すぎるので絶対的な悪とも言い切れない。なので私欲でマルチバースに干渉してピーター素手で殺したキングピンが全部悪い。そのキングピンが強行に走ったのはなぜだ？彼の家族が死んだからだ。そしてその死ぬ原因を作った男は、そうスパイダーマンだ。逆恨み相撲レスラーのレス。謙虚なジェームソン・ライタな。カノンイベントがスパイダーマンたちにも視聴者側にも色々揺さぶりすぎる。いくらお約束だからって幸せに離れないってどうなの？とはずっと思ってた。いや普通にちょくちょく幸せになってるぞ。ミゲルのあれも精神すり減ってたとこで自分の癒しもそうだけど子供悲しませたくないって優しさもあっただろうからそうなっちまうのも仕方ない。結果全部ダメになって余計参っちゃうけど。むしろヒーロー戦隊で見たらスパイダーマンって幸せ期間かなり多い方である。直近の実写のスパイダーマンがささやかな幸せも学歴も全部失ったから。記憶はいつでも取り戻せるやん。なんでマスク取る前からかっこいいのにとってもかっこいいの？ミゲルはトラウマスイッチが入った時はクソコテだけど、普段は良いやつなんだよな。おえ、の時のやりとりでだいぶ苦労してるのが伺える。今前作のラスト見るとすごい異人感ある。ミゲルもなんか赤い糸だし。ミゲルのウェブは体内から出るタイプよ。ウェブ体内生成なんかキモいな。スレガにイライラする人は癒しが足りてない。赤ちゃんを抱いてみよう。事前情報入れてなかったから続くでびっくりした。マーベル系は続くやつ多いからな。なんなら前の最初のスパイダーバース自体が次回に続く。って終わり方だったし。でもヒゲは似合わないと思う。他のスパイダーマンがただの雑魚だったのが悲しい。マイルスその他が確定してしまった。どこが？理由わからず捕まえに行っただけだし。ミゲル以外はためらいがあったと思いたい。捕まえろって言われた時に誰？って互いに指さしてたような状況だからな。序盤からグエンの方が動きがいいとか描写してたのに、脇から血が出るほど頑張ってるのに。助けられたかもしれないのにそうしなかったから偉大なる力には、なのにスパイダーマンがそれを破っちゃダメだよ、とは思う。ソサエテにいるのはスパイダーマンじゃないから。経験した後にそういうものだよって知らされた人たちでしょ。スパイダーマンは神様じゃないので全員は救えない。大いなる責任には後悔も絶望も背負って他者を救うことも含まれる。知ってて見殺しにもしないでしょって話じゃないかな。ミゲルは君本当にスパイダーマン？なんでこんな能力盛られてるんだ。電撃も透明化もそれだけで主役張れるレベルだろうに。主役張ってるよ。電撃出すスパイダーマンは数人いるから透明化がマイルス独自のスキルだな。こっちもすでにいるかもしれないけど、マイルスを噛んだ雲がピーターの時より改良されてる可能性がある。前作キャラ半分くらい出てこねえ。ってなったけど、最後に全員集合しててみんなマイルス好きなんだな。ってなった。どうでもいいけどそのモサモサ紙マスクに収まるんだ。透明化も電気スキルの一部なんだろう。この映画面白い？前作は先週見た。前後編も前編だから完結はしないけど面白いよ。パーフェクトなに映画だと思ってるから前作で引っかかる要素があれば楽しめると思う。前作見て面白かったなら絶対面白いぞ。今ならなんと牛みたいな黒縁ボディおじさんのステッカーもらえる。敵は全てのスパイダーマンに不幸になる運命を与えた人間。二者択一を迫られてどちらも救おうとして一方を助けられなかった。ってのとどちらかを取れば長期的にいい結果になると知った状態で取捨選択をするのとでは順序が逆というか、スパイダーソサエティのスパイダーマンのあり方が歪められてるのは自覚的に書いてると思うだからマイルスに否定させたわけだし。不眠症スパイダーマンは名おばさんかその他大勢の人かで泣く泣く後者を選んだからな。二者択一でどっちも選ぶのはエンドもやろうとしてたしね。だから他のスパイダーマンも本気で止めれないんじゃないかな。アーツでパンツでないかな。全世界崩壊したら責任を負えないでしょ。パパ助けてもその世界ごと崩壊しちゃうよ。難しいなぁ。さらっと流されたけどハンマー空間って何アメリカのコミックでは常識なの？運命とかふざけんなよ。ミゲルに組み伏せられてる時の俺は自分のやりたいようにやるよ。がめっちゃかっこいいんすよ。すごいアニメみたいなら問答無用で見とけって思うけど、結構真面目に周りに見てる人がいないから俺が代わりに明日3回目見に行く。嘘だろこんな映像すごいのに。運命の話以前にミゲルが悪いわや。話の途中で終わったからかあんまここのスレも頻繁に立たないな。ほぼ1日中ここ見てるけど結構な頻度で見るぞ。オーケー。いやーもう一度だけ説明するね。この返し普通に便利すぎる。あんな話をイベント消化前に聞かされておとなしくできるやつは主人公じゃねえ。
ノー、ウェイ、ホームでやっぱりスパイダーマンは不幸になってこそ親愛なる隣人でいられるんだな、みたいな気持ちだったのにここまで公式からカウンターされると気持ちいい。正直俺は散々ひどい目に遭ってるピーター見てるせいでWhat ifでもいいから不幸にならないピーターが見たい。ミゲルからしたらこれでまた穴開いたらたまったもんじゃないからやめるしかないのがね。所長死ぬまでその世界のスパイダーマン仲間にしないのかな。プラウラーになったマイルズ、序盤に雲が42のマイルズに噛みつく直前に1610に飛ばされるシーンがある。知らなかった。そういえばあの世界だと生きてるピーターいるのかな。続きはいつなの？来年です。2回目見たらプラウラーも上段位置履いてるのに気づいてめっちゃ欲しくなった。アニメみたいな展開しやがって、アニメだったわ。俺はなぜかよくわからんけどマイルズあんま好きになれなかった。年食って親側の愛や心配がより共感できるようになって辛い。今作いろんなキャラの気持ちわかるから辛い。ところで親になりましたか？自慢の息子が金髪刈り上げ年上の白人の彼女を連れてきました。息子の部屋から女物のカーディガンが出てきました。映像がすごいよりも女の子が可愛いってアピールの方が効く気がする。それこそ前作だってペニーが看板みたいになってすれ立ってたし。尺がたっぷりあるので超かっこいいアクションを気が済むまで見せられるし家族の葛藤と愛とすれ違いと愛と葛藤とすれ違いも丁寧に描写できる。42はシニスター6の名前出てたよな。なんだよあの世界。ヴィランを倒すヒーローがいないんだもの。ミゲルは悪いところはあるけど善意で行動してるから憎めない。バンドは組む。スパイダーマンだと隠してもカミングアウトしても苦労だらけじゃん。ペニーちゃんと原作通りエヴァになっちゃったスパイダーの活躍を早く見せて。俺も親として成長したと思ってたのに子供はもっと早く成長していく。ってマイルズパパのセリフいいよね。おじさん死亡でイベント終了したかと思ったのに。カノンイベントは何回やってもいい。おじさんポジションの死亡はあくまでオリジンであってカノンポイントは別にあるっぽいのがひどい。今のところ一番気の毒なの想定外の現象で死んじゃった1610ピーターだと思う。話は受けたまは点ぐらいだけど映像マジすごい。アニメとカートゥーンといろんな楽しいものがたくさん。そりゃスパイダーマンに悲劇はつきものだけど悲劇がないならスパイダーマンじゃないのは違うよな。あの恐竜ですら悲しき過去があると聞いてびっくりした。あの恐竜設定あるの？ベンおじさんポジの恐竜と自分の本当の体が一緒に死んでるからな。イニシャルをピーターと同じ B にしたいからってだけの元プテラノドン設定。映像は本当にすごい。ただ飛び回るシーンが多くてどれが何だったかあんまり思い出せない。ルネサンスバルチャートの戦闘。マイルスが小物相手に親愛なる隣人をしてるとこ。マイルスとグエンのイチャイチャスイングパート。インド版ニューヨークでのスイングパート。エヌバヨークでの追いかけられスイングパート。オーホームスルも違う世界だったからのバンド。くらいしか印象に残ってない。やる気のねえスパイリ軍団だな。本気で捕まえに行くやつなんていないだろうなそりゃ。スパイダーマンを捕まえろ。これでミゲルがマイルスのカノンイベントに我慢できずに飛び込んでいったら劇場で泣くと思う。所長じゃなくなったから回避はちょっと笑っちゃった。そんだけで回避できんの？並びに別のやつが死んだり世界が崩壊すんじゃないの？って思ったよ。そういえば桜スパイダーだとカノンイベントっぽい話聞いたことないな。おじさんおばさん生きてたはずだし、なんやかんや経験してるのかな。カノンイベントなんてトンチキはこの作品のみだよ。スポットがここまで敵としてフューチャーされた作品初めてじゃないか。持ちネタも90年代のアニメ登場回が全てにおいてひどいくらいしかなかったし。スポットのデザインもアクションも最高にかっこいいからがっつりラスボス格になってくれたのが嬉しい。あとどうしてもアンチスパイラル思い出しちゃう。異分子スパイダーマン扱いされてるのに運命強制しないでほしいんですけど。ここ1610じゃない。ってなった時のサスペンスには震えたね。衣装見せても無反応だったあたりで気がついた。背景の小物の書かれ方でこれ違う世界だなっていうのは即気づいた。そんな風になってるとは思わなかったよ。一番変な息出たのは親父の絵が映ったシーンだな。俺もそこまで理解が追いついてなかったよ。察することさえできなかった。転送する段階でアースが違うのは気づけるからあそこで一番ショッキングなの部屋の外だしね。あれモニターに42って出てたけど無事1610に帰ってこれたのかなってなってからのこれ。重要な敵なのにスポット線の部分はなんか退屈だった。退屈というか殺し合いすぎる。マイナーな小物ヴィランを流しながら対峙してるとこだからな。よし頑張って大物ヴィランになるね。小物だったのが最後はマイルス本人から宿敵って言われるのいいよねよくね。前作見直してたら推定スポットの人ベーグル投げられた人確かにいたわ。映像凝ってるのは言うまでもないけどグエン世界のシーンがめちゃくちゃ美しい。
ペニーはともかく昔の仲間がピンチの時に自分の意志で時空を超えて集結する王道は本当に熱い。パンクは徹底した反体制のくせによく互助会に入ってたな。反体制側だから子供には優しいんだよ。あいつらこそ現在の体制と運命に反逆する連中だからじゃね。42のピーター・パーカーはどんななんだろう。恐ろしいこと気づいたんだけどもしかしてスパイで一人一人 3D モデル作ってんだよねこの映画。逆を言うと今は 3D モデル作らない方が大変だよ。一回作れば前後編使い回せてお得か？この辺どうなんだろう。1カットだけのやつとか手書きでやった方が効率いいやで作ってなさそうなのいそう。マイルスと同じ立場でじゃあ今から家族か知り合い死ぬけど黙って何もしないでねって言われて本当に何もしないスパイディ多分いない気がする。そこでうるせって走れるからスパイダーマンなんだよな。パンクは頼りになりすぎてなんか逆に怪しいと思ってしまった。未来予知とかしてるんじゃないかこいつ。パンクが海賊版作れるのこいつもスパイダーマンらしくインテリなんだなって。足つったやつはフッテージも有用だと思う。42の自分と蹴りをつける。お父さんを助ける。ワープ野郎を倒す。ミゲルをなんとかする。やること多くない。親父さんを助けるのが目的で他の問題は障害にしか過ぎないし今は仲間もいるからな大した問題じゃない。悲惨なことは決定事項なんで、回避した？世界壊れます。とかふざけんなくそったれがなのは本当にそう。世界崩壊打ち切りなんだろうか。スパイダーマンって基本的に誰かの善の心、多くの場合ベンおじさんの言葉を受け継いで正義の道を行くヒーローだからそのスパイダーマンがいない、善の心が受け継がれない、世界が荒廃するってロジックなのかなと思う。まあ実写も混ぜてるから。まず映画のスパイダーバース以外だと一つの世界にスパイダーマンが2人とかあんま珍しくもなく、スパイダーマンが世界の根幹とかそんな設定もない。東映版にいた？今作にはいない。自作に希望をかける男。東映版は味方にしようが敵にしようが戦力が大きすぎるのが出しがたい原因になってると思う。東映版めっちゃ気になってるし出たらめっちゃテンション上がると思うけど作品として東映版楽しんだことが全然ないから一回見ておきたい。東映スパイダーマンのこと知らないんだけどあいつもカノンイベント経てるの？父親と力を託してくれた奴は死んだよ。家族皆殺しだから他のバースのスパイダーマンより大体において不幸だよ。だから親愛なる隣人じゃなくて地獄からの使者、スパイダーマン。父親は殺され、自分も瀕死、そこに星の王子が自分の命を捨ててスーパーパワーを託してくれた。どうです？君はなぜ、戦い続けるのか、命を懸けて。コミックのスパイダーバースみたいなインヘリダーズくらいの相手でないと出しづらいよな。コズミックパワーを全て使い果たしても倒す。する相手がレオパルドンだ。カノンイベントを運命って言われる前に体験してるから達観してる感じだけど体験する前に運命って言われて諦めるような奴はヒーローやってないと思う。まあカノンイベ自体実際問題必須じゃないからな。あくまでソサエティ参加者がそうってだけ。ベンおじさんはとりあえず死ぬ。ミゲルは最終的にやられそうになる父親を守ってくれるくらいはしてくれると信じてる。42クローラーはビジランテな気がする。所長を書いたのマイルズっぽいのとそんなマイルズが悪をするかみたいな気持ちはあるね。スパイディにはならなかったけど父親でカノンは経過済みで悪を打つ側になっててほしい。父親が殺されて弔いの絵描いてプロウラーやってるとかなら、まだなんとかなりそうだけど父親ぶっ殺して皮肉で絵描いてるとかならどうにかできる気がしない。最後パンクチームにインドスパイディだけどそりゃ世界のためとはいえ実は自分の彼女の父親死ぬの分かってたのに黙ってた組織にはいられないしマイルスにも恩があるからチーム入りするよな。恋心刺激してやきもきさせる役かと思ったらどうしてそんなにかっこいいのパンク。三角関係とか別に見たくないなと思ってたらアナーキーさに吹いてアナーキーさそのままにマイルスの味方してかっこよくて吹いた。100歩譲ってただの親しい警察署長ならまだしも自分の親とか絶対見殺しにできるわけないんだから説得せず問答無用で拘束するとか意識失わせるとかするべきだったのでは？それができる男ならスパイダーマンやってないと思う。ミゲルが悪いとは言わんが負ってる責任に対して元来の優しさを捨てきれてないのが事態をややこしくしてる一因だとは思う。カノンイベントなんて存在しないから破っても平気。ってのはまた違うんだよね。ソサエティメンバーは実際に破ったら世界崩壊に繋がるアースばかりが集まってるって考えた方が自然。そういうもんなのか、なるほど。ミゲルにも感情移入してしまったから自作ではどうか彼も救われてほしい。スパイダーマンじゃないだけで現在のアース42のマイルスにはこれを期待している。所長の死で悪と戦う心が息子と弟に継承されていて。バルチャー戦のアニメーションがとんでもなさすぎてこのレベルでメインヴィランじゃないのと驚いた。完結編ではもっとすごいの出してきそう。ブパーカーの最初の教えだけ。
スーツの関節にベビーパウダー塗りっと決定。一味返さないと、ありがとう。スパイダースーツの下にベビーパウダー塗るのも大事だけど出た CM は普段使ってるやつと違うのも理由の一つらしいぜ。なるほど。つまり芸能人の普段使いしてもないのに PR 投稿みたいなものか。エレクトロやミステリオがどんな変化球で来るのか楽しみにしてる。ミステリオは正義の味方だ。ミステリオ万歳。すまない彼は陰謀論者なんだ。正体は偽スパイダーマンだったとはな。あれだけ大量のスパイダーマン出しててどれも愛着持たせれるの純粋にすごいわ。自作でエルエンドゲーム王と猫の出番さらに期待しちゃう。エルエンドゲーム王は踏んでも死なないからな。ボツになったポスクレのスポットがヴィランたちをゲノサイドするシーンも見てみたかったな。ここ最近のアメコミ映画ヴィランでも一番軽い登場シーンだと思うスポット。でもスケールがやばいぜ。ノーウェイホームのスパイディチームみたいに協力すれば救えるケースもあったし、カノンイベントも抜け道あるのではって感もある。おばさん死んじゃったし。アートワークすごすぎてただ圧倒されるばかりだった。運命なんてぶっ潰す。ってセリフ本編にあった？ソサエティで移動できるバース自体ミゲルのバースをベースにしてるから同じようなカノンを共有してるんじゃないかって今思いついた。大体なんやかんやうまくいくけどよそのマルチバースみたいに自分で父親を諦める決断したり、父親救ったけど言われた通りに世界が崩壊して後悔するイフもたまには見たい。このまま行くと1610マイルズはおじさんを失ったけど父親を守れるかもしれなくて42マイルズは父親を失ってるけどおじさんは守れるかもしれないんだな。